どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、SNS はやっていますか？自分はバリバリやっています。というか、この YouTube の動画を見てくださっている時点で、自分が SNS をやっていることも、皆さんが SNS をやっていることも確定しています。ちなみに SNS とは、ソーシャルネットワーキングサービスの略で、Twitter や Instagram、YouTube や TikTok などの動画媒体もその中に入ってきます。以前日本でも流行った Facebook も SNS ですね。現在日本で主流なのは Twitter、Instagram、YouTube、TikTok くらいではないでしょうか。最近だとこういったアクアリウム界隈のように同じ趣味を持った方たちが SNS で実際に交流を深めている姿も見受けられます。自分の場合はコミュ障なので SNS 上でもそこまで親密に交流したりすることもあまりなく、実際に会うなんて一度もしたことがありません。正直小学校時代のネット黎明期からインターネットに触れているんで、最近のようなリアルでの交流に抵抗があるというのもあるんですよね。実際にお会いしたりしたら楽しいんだろうなと頭では分かっているんですが、やっぱりそこの線引きは自分の中で大きいです。そんなネットとリアルの境が曖昧になってきている昨今ですが、日本で流行しているのはいわゆる匿名の SNS ばかり。それは日本の国民性もあるのではないでしょうか。Facebook が日本で廃れたのも、実名制での SNS が日本人の性に合っていないことが挙げられると思います。海外では Facebook はバリバリ現役のようですしね。そんなインターネット上での交流ではフレンドリーだけど、リアルになると完全にコミュ障を発揮する自分なんですが、実はこの度、見バレしました。というわけで今回は、そんな見バレしてしまった経緯と、誰に見バレしたのかをお話ししていきます。もしかすると皆さんも知らない間に、誰かに SNS を監視されているかもしれません。というわけで早速お話ししていくんですが、まずは見バレとは何ぞやというのをざっくり解説します。見バレとは匿名で利用している SNS から何らかの理由で身元がバレることを指します。要するに中の人がバレるわけですね。その理由はいろいろあるんですが、こういった動画媒体であれば何かの表紙に住所や名前が映り込んだり、撮影している映像から住んでいる地域を特定されたりというのが多いと思います。他の SNS でも同様で、投稿した動画や画像から自分の身元などがバレる可能性があります。自分は正直そこまで警戒はしていないんですが、一応致命傷には至っていないため今のところ大丈夫そうです。ただそういった見バレリスクは SNS をやる上で常につきまといます。というか見バレしたということはそういったことがあったということですよね。しかし今回はちょっと特殊というか、バレた人がとある関係の人だったため、先ほどお話ししたようなバレ方ではありませんでした。事の経緯についてはこれからお話ししていくとして、先に誰にバレたのか単刀直入にお話しします。それは母親です。まさかこの年になって親フラみたいなことが起こるとは思ってもいませんでした。正直全くノーマークであったため、バレた時はめちゃくちゃ驚きました。久しぶりに心臓をキュッとつかまれた気持ちになりましたね。それでは早速、なぜバレてしまったのかを解説していきます。まず、自分が動画投稿を始めたのは2020年の5月末あたりなんですが、最初は全く再生もされず細々と更新していました。その頃の母親は自分が動画投稿をしていることは全く知らず、何気ない日常を過ごしていたと思います。ただこのタイミングですでにアクアリウムを再開していることは話しており、そこに関しては把握していました。
ちなみに自分は実家に住んでいる学生時代の頃からアクアリウムをやっており、社会人になってから辞めてしまったという経緯があります。学生の頃はお金がないなりにアクアリウムを楽しんでおり、その姿を母親は見ていたため、再会した時は少し驚いていました。妹が縁日ですくってきた金魚を皮切りに自分がハマっていったので、母親もアクアリウムにどっぷり浸かり始めている自分を少し支援してくれていた節があります。だいぶおぼろげな記憶ではあるんですが、母親が通っている歯医者で増えすぎたグッピーをもらってきてくれたこともあったような気がします。学生の頃はバイトで稼いだお金を携帯代と社交代以外ほとんどアクアリウムにつぎ込んでいたので、余計気になっていたんだと思います。その頃からチャームにはお世話になっており、クレジットカードを作れない高校生時代には親のクレジットカードで決済をし、支払いが確定してから親にその請求額を支払うという感じで利用していました。なのでどれだけの金額をアクアリウムに費やしていたかもある程度把握しており、熱量は感じてたのではないでしょうか。そこから新社会人になり、一人暮らしを始めるにあたって水槽ごと引っ越しはしたんですが、メンタル的にもアクアリウムに注力することができず、徐々に規模を縮小していき、事実上の引退。以降は親にもアクアリウムの話は一切することがなくなりました。そんな折、愛犬が亡くなったことをきっかけにアクアリウムを再開したということを親にも伝えました。先ほどお話しした学生からの背景があったため、自分のアクアリウム生活に関しても少し興味があったのではないかと思います。そこから月日は流れ、徐々にいろんな方に自分の動画を見てもらえるようになったあたりで、親に一言こう言われました。あんたがやってる YouTube チャンネル見つけたよ。その時はめちゃくちゃドキッとしましたね。部屋に隠しているいかがわしい本がバレた時くらいのドキッと感を、まさか成人してから親に思い知らされることになるとは思ってもいませんでした。実はその以前からさらっと趣味であるアクアリウムの動画をそれこそ趣味程度に投稿していることはやんわり伝えていたんです。ただうちの親はコンピューター関係には疎く、スマホですらようやく扱えるようになってきたレベル。そんな母親がまさかこんな偏僻な地のアクアリウムチャンネルを見つけるとは予想だにしていませんでした。正直アクアリウム関連の動画内では少しずつ見られるようになってきていましたが、そもそもアクアリウム自体がそこまで市場規模の大きい界隈ではないため、どうやって見つけたのか皆目見当もつかない状態です。親に教えた情報はアクアリウム関連の動画を趣味程度に出しているということだけで、チャンネル名はもちろんのこと、どういった感じの動画を投稿しているなども一切話してません。そんな一つの情報だけでどうやってたどり着いたのか親に確認したところ、シンプルな答えが返ってきました。アクアリウムで検索して出てきた動画をいくつか見たら、あんたの声がする動画が出てきた。まさかの声バレです。まあ冷静に考えたら顔出ししてないとはいえ実の息子の声くらい判別つくよなと変に納得。というかアクアリウムと検索して自分の動画が出てくることにその当時はびっくりしてましたね。おまけにチャンネル登録してるらしい。応援してくれるのは嬉しいんですが、いかんせんこそばゆくてなりません。それもこれも親のリサーチ力を見誤って動画投稿していることをバラしてしまった自分がいけないんですけどね。正直どこまで動画を見ているのかとか、アップした動画を追っかけているのかとか、突っ込んだ話は怖すぎて今でも聞けていません。ただこの前いつものゲリラライブ配信してた時に通知が来たらしく、しれっとライブ配信を見ていたようです。その発覚の仕方もなかなかに癖があって、親が知らないはずの自分の情報をなぜか知っており、それがライブ配信で話していた内容だったことで見ていることに気づきました。こればっかりはもう止めようがないので、
動画を視聴したり、ライブ配信に参加したりすることは仕方ありませんが、配信でコメントしようものなら秒でブロックすること間違いなしです。というわけで、身から出たサビで親バレした一アクアリウム動画投稿者のお話でした。今まで親に見せてはいけないような動画は作っていないのでいいんですけど、やはり見られてると思うとなんか恥ずかしいですよね。今のところ動画の具体的な内容に突っ込んで話をしてきたりとかはないのでまだマシですけど、もしかしたらこの動画も親に見られるかもしれませんが、まあその時はその時で話のネタくらいにはなると思います。皆さんもひょんなことがきっかけで自分の SNS が身内にバレる可能性があることを念頭に置いておきましょう。もしバレたとしても致命傷で済むくらいの投稿を日々心がけることをお勧めします。そんな感じで親に監視されている中、今日も元気に動画投稿を続けているけなげな自分を今後とも応援よろしくお願いします。というわけで今回はここまで Twitter でインスタグラムでやってもらいまして、そちら見ていただけると嬉しい。それではおっしゃいました。